こんばんは、はるけです。今回は値段別最高のキャム戦車値を紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。値段が安ければコスパの戦車として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦車値なので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万までの戦車値はこちらになっています。TOTY 特別賞のフェキル。そして RTTK の、ルーカス・パケタ。そしてウィンターワイルドカードブラヒム・ディアス。そしてワールドカップヒーローパク・チソン。そしてフューチャースターですね。フューチャースターのカルバーリョ、ファビオ・カルバーリョ。そしてルールブレーカー、ハバースという風な感じになってます。Y の特別賞、フェキルに関しては能力が非常に高いんですけど、値段が3万4万ぐらいの選手にはなってます。非常に扱える選手なので、扱いがしやすいような選手なので、個人的には非常におすすめですね。44ありますし、使いこなせる人っていうのは全然いるのかなというふうには思います。確かにフェキル能力以上に強さ感じないって思う節はあるんですけど、それでもさすがに安いなっていう風に感じますし、この価格帯の中でいくと、特に、おすすめ、一番最初紹介をしたんですけど、特におすすめができるような、選手にはなってるかなという風に思います。でそして RTTK パケタですね。やっぱりスキルが5あるっていう風なところが、一つポイントかなというふうに思います。スピードがそこまでないので、スキルでかわしきるというか、スピードがあるような選手ではないので、スキルの後のスピードでグイーンというふうにいける感じはなかったです。ですけどやっぱりスキル5の選手、5の技使えるか使えないかではやっぱり違うので、特に中盤でドリブルしたいっていう方はパケタも非常におすすめかなというふうには思います。でそしてブラヒム・ディアスですね。ディアスの場合は自分でスキルでなんとか剥がそうっていう風な、使い方もできなくはないです。ドリブルも非常に軽い選手ではあるので、そういうドリブルで運んでいくっていう力もあるんですけど、どちらかというとやっぱ2列目、だったりから飛び出していくそのスピードを売りにして得点、シュートまで決めきるっていう風な、パターンがいいのかなという風に思います。というのもやっぱりフィジカルがそこまでないので、やっぱりドリブルしててもゴリッと当たられてしまうと、どうしても取られることは多いので、やっぱボールを持ってない、時に裏抜けをしていって、そこでスピード勝負っていうのが一番生きるのかなというふうに思います。ブラヒム・ディアスも使いやすいキャラクターで軽いような選手にはなるので、おすすめできるかなというふうに思います。でそしてパク・チソンですね。パクの場合はそれこそキャムというよりかはね、やっぱ CM とかボランチ的なキャラクターの選手かもしれないんですけど、非常にこの人10万をもう切ってます。9万、それでも9万6千とか多分ギリギリだったと思うんですけど、非常にこの人、個人的にはね結構好きな選手で、普通に強いなというふうに思いました。新しい、ヒーローで追加をされたんですけど、新しく追加された中では、非常にやっぱり強いような選手かなというふうに思います。それこそ序盤の方は、普通にトップメタかなっていうふうに感じて自分使ってたので、パスも、できますし、ドリブル自体はねそこまで軽くは、ないんですけど、全然扱えるようなドリブルの感じですし、スピードもねある程度あってっていう風な選手、あとバランスがいいような選手にはなるので、パクチソンも、結構おすすめかなというふうに思います。でそしてファビオ・カルバールですね。フューチャースター、フューチャースターで来たということで、非常に能力は高くはなってますし、特にドリブルですね、この敏捷性とかバランスとかめっちゃ高いので、身長もそこまでないので、やっぱ軽さっていうのは、めちゃくちゃあります。でプレミアか、プレミアのキャムの選手でこれだけの軽い選手、軽くて細かい選手って、そんなにはいないので、その分ねやっぱブラヒムディアスと同じような感じでフィジカルだったりとかは弱いんですけど、この人も値段めっちゃ安いので、
全然使えるような選手なのになっていうふうに自分は思います。おすすめなのになっていうふうに、思いますね。なんでもしかするとこう初心者でだんだんコイン溜まってきてっていうようなところでいくとファビオ・カルバルちょっと使ってみても、いいのかなというふうに思います。普通に使いやすい、選手でおすすめできるかなというふうに思いました。でそして最後ですね、ルールブレイカーハバーツです。ハバーツの場合は、結構ルールブレイカーっていう風なイベント上やっぱ結構前に来た、カードではあるのでそこまで能力は高くはないんですけど、それでも、スピードと、シュートっていうのはかなり高い、ものになってます。でドリブルもある程度、できます。若干重たさっていうのはあるんですけど、そんなには扱いきれないっていうことではなかったかなというふうに感じますね。この人もキャムでこう散らしながらっていう風なよりかはやっぱスピードとかが上がっているので、2列目から飛び出していって、かつね身長とかもでかいのでフィジカルでねちょっと勝つことができる、そういうところはブラヒム・ディアスとかにはないねキャラクターかなというふうに思うので、そういう体のでかさを生かして裏抜けをしていって最後決めきるっていう風な使い方は全然いいのかなというふうに思います。ハバーツも全然おすすめできるような選手です。でそしてミディアムですね、10万から50万の選手たちはこちらになってます。ワールドカップストーリーズサネ、そしてヒーローですね、ヒーローのアベディ・ペレ、そしてウィンターワイルドカードサンチョ、そしてフットセンチュリオンズロイスという風な感じになってます。それこそワールドカップストーリーズのサネに関してはやっぱスピード、めちゃくちゃ速いです。なんで、サイドのキャムとか、っていう風なところで、自分は使ってました。左のサイドのキャムかなっていうような感じで使ってて、やっぱりね縦突破っていうのが基本にはなってきます。そのスピードを生かして縦にグインと、かわしきるっていう風な、使い方が一番いいのかな。あとは左足でやっぱ振り抜くっていう風なイメージを持っておいた方がいいので、逆足はねそんなに高くないのでやっぱそこでパス面とかシュートの面は気にしないといけないんですけど、非常にこの人もスピードっていう風こう FIFA では大事な、要素を持ってるので、個人的にはやっぱりおすすめで、本当ダッシュしてるだけで抜けるっていう場面があるので、サネも、非常に強いような選手かなというふうに思います。シュートもちゃんと左足で打てれば決めきってくれます。でそしてアベディ・ペレですね、アベディ・ペレも本当スピードがありつつドリブルもねこの人できるような選手にはなりますし、パスも上手くてっていう風な選手、若干フィジカルとかはないんですけどなんかこう負けない力っていうのを持ってます。なんでやっぱりこうリーグワンの前線の選手やっぱりみんな高いので、値段変えないっていう方も、別々ならなんとかっていう風な選手人もいるかなという風に思います。18万ぐらいだと思うんですけどアベリベルは。なんでそれだったら手届くなっていう風な感じの人もいると、思いますし、アベリベルも何でもできる中盤の選手としては何でもできるっていう風な選手にはなるので。スキル5とかだったら良かったなっていう風には個人的にはちょっと思いますね。でそしてサンチョですね、ウィンターワールドカードサンチョ、どんどんと値段が上がって多分46万とか50万ちょっともう迫ってきてるみたいな感じになってるというふうに思います。ですけど、非常にサンチョもそれぐらいの価値っていうのはあってもおかしくはないような選手になってます。普通にやっぱりドリブルは多分この中で一番しやすいんじゃないかなと思います。メディアの中で一番しやすいんじゃないかなって思って、かつあとはスキルですね、スキルも5あるのでドリブラーの人はサンチョめちゃくちゃおすすめです。サイドで使うのもいいと思いますし ST で使うのも全然自分はいいと思います。フィジカルがそんなにないのでこういう人も体当てられてしまうとちょっとこう簡単に失ってしまう選手ではあるんですけど、非常にスキルかつドリブルの軽さっていうのはこの人の売りで、シュートに関しても、2列目から飛び出していって、キーパーと1対1で決めきるっていう力はあります。ちょっとロングシュートとかっていうのは難しいかなと思いましたんで、やっぱ抜け出していってっていう風なところで決めきる力っていう風なところを活かせるような使い方が一番いいかなという風に思います。かつドリブルもめちゃくちゃうまいっていう風な感じです。普通に山頂おすすめです。でそしてフットセンチュリオンズロイスですね。ロイスも何でもできます。かつやっぱりかっこいいですね。使ってたらかっこいいロマンが溢れるような選手で、
まあ、スピードがやっぱり高くなったっていうのが一個大きいかなというふうに思います、ロイスは。普通にロイス使ってる人いますし、まあ、2列目から飛び出す上では、このスピードっていうのは全然十分かなというふうに思いますね。まあ、ドリブルも、この人軽くて、シュートも決めきることができる。そしてパスも非常にうまいもの、持ってますし、まあ、フィジカルもね、若干高くなったので、めっちゃ負けるっていうことはないと思います。それこそサンチョの方が負けてたかなっていうふうに思います。フィジカルだけでいくと。まあ、そんなに誤差はないんですけど、ロイスの方がちょっと耐えてくれたかなって思う場面が多かったので、まあ、中盤の選手、キャムの選手としては、本当高クオリティの選手かなと、ロイス思います。まあ、そして最後ですね、エリート、50万以上の選手はこちらになってます。プライムアイコンペレ、そしてプライムアイコンジダン、そしてワールドカップヒーローのオコチャ、そしてフットセンチュリオンズネイマール、そしてフューチャースタームシアラという風な感じになっています。まあ、アイコン選手2人に関しては、やっぱり誰でも知ってるというか、こうサッカーを知ってる人は、まあこのペレとジダンっていうのは両選手とも知ってる人が多いんじゃないかなというふうに思います。本当こうレジェンド選手で能力もめちゃくちゃ2人とも高くなってます。でペレに関してはスキルが5でドリブルめちゃくちゃ持ちやすいです。かつ、シュートもめちゃくちゃ決めてくれます。でかつスピードもあります。なんで裏抜けも全然できます。でパスも出せます。本当に何でもできるサッカーの王様っていう風な感じで、まあ値段もめちゃくちゃ高くなってるんですけど、やっぱりそこの安心感っていうのは非常にあるので、おすすめです。でそしてジダンですね。まあ5-5ですね、ジダンは。逆足も5っていう風な感じ。で、ドリブルに関しては、ペレほど細かいタッチっていうのはできないんですけど、十分の細かさもあります。なんで、普通に使いこなせるという風に思いますし、まあ今作ね、ミッドジダン、作った人多いかなというふうに思うんですよ。そこからプラス総合値2位なので、まあ非常にこの人も強く、なってますし、スピードも、ある程度あって、シュートも逆足、打てて、で、ドリブルも全然できてっていう風な選手で、パスもうまいっていうような選手になるので、で、ある程度、守備もできるっていうような選手になるので、まあ、何でもできる、めちゃくちゃ強い、っていうような選手ですね。で、そして、オコチャですね。まあ、オコチャの場合は、やっぱりドリブルです。ドリブルが非常に軽くて、スキルも、5あるので、キャムっていうのも全然いいんですけど、サイドで使っても自分はいいというふうに思います。フィジカルはそんなにないんですけど、やっぱり推進力あるドリブルとスキルによって、そんなに自分は気にはならなかったですね。まあ、スキル使わないと若干損かなっていう風に思ってしまったので、まあ、この人もドリブラーの方っていうのはやっぱ使いこなせる、ような選手にはなるかなと思います。逆にスキルあまり使わないよっていう人だと、おこちゃん100番ぐらいするので、他の選手でもいいんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、ですけど非常にこの人もヒーローになってアイコンの選手だったね、もともとは。このジダンとかペレと同じようなカードだったんですけど、まあ、今作からヒーローに変わって能力が上がって、使われるようになったっていうような感じです。アイコンの時は全く使われることがほぼなかったので、まあ、このヒーローになって使われて、強いような選手になって、まあ、非常に嬉しいなというふうに思います。で、そしてフットセンチュリオンズネイマールですね。まあ、ネイマーそこまで相手に見なかったかなっていうふうに思います。最近見ることなくなったかなって思うんですけど、まあそれもそのはずで、このキャムのネイマール300万ぐらいまで値段上がってるんですよね。でなんでまあそれだけの価値は十分にあります。普通に強いですし、やっぱりめちゃくちゃドリブルはこの人固有のものがあるので、本当にみんなに合うような選手にはなります。現役の選手の中で多分一番みんなの手に合うのがネイマールじゃないかなって自分は思うので、やっぱそういう固有のドリブルの軽さ、っていうのを持ちつつも、まあ、能力上がっているので、シュートもしっかり決めきってくれる。この人もね、5-5なんで、スキル5、逆足5なので、どちらの足でも、決めきることできますし、スキルでも5の技で出せますし、で、スピードもある程度あるっていう風な感じになるので、まあ、自分もね、できればね、このネイマール、他の選手も強くしつつ、まあ、その中にこのネイマール入ってるっていう風にしたいんですけど、やっぱいかんせん高いので、
それの価値はあるんですけど、手が出ないっていうのも、納得かなというふうに感じます。ですけど、絶対にこの人をおすすめ、せざるを得ないぐらい、非常に強いような、選手にはなってます。で、そして、最後ですね、フューチャースターのムシアラです。新選手として、来たんですけど、スピード面、87ぐらいですかね。それこそロイスだったり30だったりとか同じような感じではあるんですけど、2列目から飛び出す上であって、飛び出す上では、このスピードっていうのは、全然十分、かなというふうに思います。で、ドリブル、この人めちゃくちゃ軽い。めちゃくちゃ軽いです。敏捷性バランスだったりドリブル能力めちゃくちゃ高いので、やっぱ細かいタッチで、相手を、こう、自分のとこにこう寄せつつ、最後ラストパス出すとかっていうこともできますし、このムシアラはスキルが5に変わってるので、そのままこうかわしきるっていうこともできます。可能です。で、かつシュートも打てるように、なってるので、シュートもある程度は決めきることが、できるという風な感じになってます。で、そういう風な選手がフィジカルも若干ついたので、スキルでグイーンといけそうになくても、こう、生き切るっていうことも、ちょっと、できるようになったのが、このムシアラかなというふうに思います。で、そして守備も若干は、できるので、めちゃくちゃできるっていうわけではないんですけど、キャムの選手の中では、全然、できる方かなというふうに思うので、非常にムシアラ、かなりこう強くなってね、フューチャースターとして来てくれたなというふうに思います。全然おすすめには入るかなというふうに思ったので、今回最後エリートの中で紹介をしたというふうな感じになります。という感じで、これが値段別最高のキャム選手になります。また、サイドの選手だったり ST の選手やりたいなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。